イヤホーみんな息してる、息しかしてない時丸です。息しかしてない。本当に息しかしてないよ。息しかしたくない。何もしたくない。労働したくない。働きたくない。働かない。働かない世界線がもう来ようとしています。私はもうエクストリームミニマリストをちょっと職業にしようかなと思って、最近は、頑張ってますね。活動してます。はい。ということで、何もない部屋からお送りしたいと思います。で、今日は、まずね、告知です。はい、告知。明日、昼頃からライブしますので、エクストリームな方はぜひお集まりください。日曜日のね、昼間っからね、ライブに集まるって方ね、ほとんどいないと思うんですよ。だから僕大体ほら、みんなライブ配信って、こう、見やすいような時間帯にするじゃないですか。夕方とか夜とか。僕はあえて、昼間にやってるんですよね。なんかあんまりこう、なんか大勢に見てほしくないっていうようなところがあって、だからエクストリームなメンバーだけ集合っていう感じに、したくて。で、ほら、リア充っていうかさ、リア充の人たちが大体昼間遊びに行くじゃないですか。ね、ディズニーランド行ったり、ライオンキング見に行ったり、ハクナマタータ、みんな見に行ったりするでしょ。ね、だからリア充の人たちはもう外でパーティーやらせて、で、こうピクニックとかね、こうみんなでこう宴会とかパーティーとかやらせておくんですよ。で、ディズニーランド行かせたりとかね。で、ライオンキング見させたり。で、劇団四季ですよ、本当ね。で、それから、エクストリームな方は本当にもう、そんなの行かないので、昼間から大集合っていう、なんかそういう会に、したくて。だから、ぜひね、昼間、真っ昼間ですけど、見れる方はぜひ、集合お願いします。はい。ということで、今日は、同居人がマキシマリストだった場合の対処法について話していきたいと思います。でね、これちょっと珍しくて、最近僕のリアルな、友人からね、質問というか、そういう相談をいただいたんですよ。で、よくね、皆さんからこうやってコメントをいただいて、コメントに答えるっていうね、ことやってるんですけど、なかなかね、そのリアルな友達が、僕にね、質問してくるってことないんですよ。なぜなら、僕がもういつもふざけてるってことを知ってるからです。で、こいつに聞いても、何も返ってこねえだろうって、大した答えは。そう思ってるんですよね、リアルな友人はね。だから、そんな聞いてくることないんですけどね、珍しくね、相談を受けたんですよ。で、その方はちょっと女性で、で、一緒にね、こう、住んでるパートナーが、結構物が多いと。で、その方は結構自分自身は物を減らしたいのに、そういえばそのパートナーが物が多いのでどうしたらいいんでしょうかみたいな感じなんですよね。で、これってね、よくあることなんですよ。よくあることですよね。多分ね、これ疑問に思ってる方結構多いと思うし、実際その問題に当たってる方も多いんじゃないかなと思って、で、ちょっと考えてみようかなと思ったんですけど、まずね、その質問をね、エクストリームミニマリストに聞くことが間違ってる。エクストリームミニマリストですから私は。で、家出ですよ、もう家出。そうなったら。これ一緒に住んでる人がね、もうマキシムだったら、僕はネスカフェですから、マキシムじゃなくて。だからもう家でしかない。それは。でもね、それじゃやっぱりその答えにならないので、みんながエクストリームってわけじゃないのでね、なんかちょっと優しめに話をすると、実際ね、僕もね、実はそのパートナーと同棲してたこととかあるんですよ。で、むしろその自分は持ってなくて、相手が持っていても、まずその強要とかは全くしないです。むしろ、持ってる人っていうのは、なんかやっぱいろいろ持ってるので、それが面白いんですよね。それが楽しいというか。やっぱりいろんな道具を持ってるから、持ってるものにまず興味があるし、それを自分自身がこうね、使っていくこととか、で、それでこう新たな感覚を得られることがすごい嬉しくて、で、それが楽しいんですけど、やっぱりでも生活っていうのはそれがこう長く続いていったりするわけですよね。で、そうなった時に、やっぱり自分はその物が少ないスタイルの方がいいなって思う人は、やっぱりね、そこにぶち当たるんですよ、壁にね。で、やっぱこう相手を変えるっていうことはできないし、しちゃいけないことだと思うんですよね。いくらその家族とかパートナーとかであってもね。だからまずはスタイルの違いっていうのを認めなければいけないところですね。それぞれのスタイルがあるので、で、これやっぱりこう、物を減らすって結構ね、奥深くて、やっぱり自分のそのスタイルっていうのは、やっぱりこの幼少期からの家庭でのこう環境とか、生活とか、あとは今のライフスタイルとか仕事のスタイルみたいなものに結構深く紐づいてるんですよ。だからやっぱり人によってさ、
ごちゃごちゃした家庭で育った人は、そのままごちゃごちゃしたものの中で暮らすのが心地いいっていう風な感じるパターンか、あるいは、幼少期に本当にそのごちゃごちゃしたところで育ってきたから、その反動として少ない持ち物で暮らすっていうね、そういうスタイルの人もいるし、だからこれ本当にその流れというか、こう状況によっていろいろ変わってくるので、そこはね、難しいところなんですけど、まず一つ言えるのは、まず強要しないってこと。で、お互いのその価値観をやっぱ認めるっていうことが、一緒に暮らすっていうことではあるので、そこをね、こう認めつつ、話し合うってことが大事ですよね。で、話し合う。で、私はこういう風な理由があって、こういう風な少ないもののスタイルで暮らしていきたいと思ってると。そしたら、やっぱりたくさんね、持ってたりとかね、いろいろこう物を集めたりする方っていうのは、じゃあやっぱり理由があるわけですよね。で、そういうちゃんと理由を聞いてあげるとか、相談しながらちゃんと自分の状況をお互いに話し合ってみるっていう。で、大体こうなった時に折り合いはつけられません。これね、もう自分の経験値からも言えるんですけど、やっぱね、もうこれ思想的な問題なんで、ガラリとね、ドラスティックな変化があって、よし、俺はミニマリストになるとか、物を減らした状態で生活するみたいな、雷が、稲妻がパーンと走って、で、そこからやっぱり変わっていくことになるんで、なかなかね、スタイルっていうものを変えることってできないんですよね。だから話し合ったとしても、無理でしょう、おそらく。で、あとは徐々にね、自分の、方向性に感化させていくみたいな方法になってくるとは思うんですけど、で、ミニマリズムのメリットっていうのをやっぱり一つ一つ伝えていくっていうか、自分自身が実践していくっていうことはできるかなと思います。で、僕もこれまでの動画でかなりね、ミニマリズムがどういう風な効果があるかってね、むちゃくちゃ語ってきましたけど、だからそういうものを一つ一つやっぱ自分自身が実践して、それを相手に伝えていくことによって、こんな効果があるんだ。こんないいとこがあるんだ。じゃあちょっとやってみようかなっていう風に自然と仕向けていくっていう。でもこれもかなり時間がかかって難しい。本当に。でも効果っていうのをやっぱ改めて考えてみると、もう掃除がしやすいですよね。僕今日ね、今掃除したんですけど、もうやっぱささっと空拭きして、その後水拭きするだけで終わりなんですよ。で、本当にね、まず部屋の物減らしっていうのかな、手放しをやることが、自分の生活とか仕事とかにいい影響を与えてくれるっていうこと。で、むしろ、それをやらなければ、人生とか生活、仕事っていうのは良くなっていかないと思うんですよ。行き詰まってる人はね。それが自分はそれで、今の状態でいいって思ってる人は、それでいいと思うんですけど、何か変えたいとか、もっと収入増やしたいとか、そういうふうに目標があってやるときに、まず何やるかっていうと、物を減らすことなんですよ。これが一番簡単なことで。で、やっぱり物を減らすと、さっき言ったように掃除がしやすくなる。で、掃除がしやすくなったら気持ちもクリーンになって、じゃあそこから自分がやりたいこととか、じゃあ今日これやろうとか、ここまでやろうとか、そういう気持ちが出てきて、やる気が湧いてくる。やる気が湧いてくる。で、それによって自分が行動とか活動することによって、仕事がどんどん深まっていくんで、今度仕事の収益がどんどん上がっていきます。で、自分の環境が悪かったらもう転職すればいいので、もっとギャラのいいところに転職して、で、どんどんね、高めていきますよね。で、そこで今度収入が上がってくると、ますますね、人生がいい方向に、時間とか、それで時間が減る人もいるんですけど、時間がより使えるようになったりとか、お金を余裕を持って使うことができるようになるので、いろんな経験値とかがどんどん広がっていきます。それによって豊かさみたいなものができてくると。そういう、いいループに入ることになる。で、そのためにはやっぱり物を手放す、物を減らすってことが大事ってことです。で、これはもうだから自分のチャンネルではそういうことを一つ一つ伝えているつもりではあるんですけど、でもね、これはだから自分自身がまずは実践しながら、で、徐々にそれを浸透させていく。で、こういうメリットがあるよ。でもなかなか難しいですよね。近い人ほど、物を減らした方がいいよっていきなり言うのもさ、おかしいじゃん。で、それって時丸田中のチャンネル見て、こいつの言ってることそのままこいつ言ってんなみたいなのが分かったりとかね。で、いろんなミニマリズムの発信してる人がやっぱいると思うんで、もうみんな飽きてるところはあると思うんですよね。だからなかなかそれも難しいと。でもね、そこをやっぱ、地道にやっていくしかないかなと思いますね。もう急激に変わるっていうことはなかなか難しいと思うので、やっぱり目覚めっていうのかな、ミニマリズムの目覚めみたいなのがある人っていうのは結構少数派だと思っていて、でやっぱり
困難にぶつかった時とか、何かその人生において転機が訪れる時っていうのは、そういうものに入りやすいんですけど、だから自分自身も実際にミニマリズムに出会った時っていうのは、割とそういう風な自分の人生がガラリと変わるタイミングでもあったし、で、それによって人生が変わってきたっていう実感はあるので、まあそこはあるんですけどね、なかなかね、それをね、まあ人それぞれ、まあ状況が違うので、そこをね、こうどういう風にやっていくかっていうのは結構難しいと。二人になるとね。うん。そう、だからまあそんな感じでまとめると、まあまずはお互いの状況を話し合ってみると。で、まずまあ話し合うってこともね、なかなか難しいと思うんですよね。まあ時間作って、まあこう思ってると。で、まあそれによってこうなんか喧嘩になったりとか亀裂入ったりとかね、する可能性もあるんで、十分ね。で、まあそれが、まあ一応話してみて、まあこういうスタイルなんだなってことをお互いに尊重できるのであれば、自分自身がまずは実践をしていく。で、自分自身がこういうふうに、まあ物を少なくして、で、そのいい影響っていうのを相手に与えていく。で、まあ間違ってもやってはいけないのは、もうこれ捨てましょうよとか、相手のものを勝手に捨てるとかね。うん。そういうものはやっちゃいけないとは思うんですけど、まあなるべくそういうふうに徐々にゆっくりと、減らしていくっていう、まあそれしか方法はないかなと思いますね。まあまあこういうね、まあ僕のこのエクストリームなチャンネルとかを見始めてバンバン捨て始めたら、やっぱね、気狂ったって思いますよね、最初はね。だからもしその自分のパートナーが、まあ僕がすごい物を持ってて、まあ例えば逆の立場でね、逆の立場で相手がものすごく、いきなりもう捨て始めて、で、もうコーヒーはもうネスカフェしか飲まなくなって、で、もう毎朝バナナ吊るして、そこから取ってバナナ食べて、オートミール食べて、で、もう散歩して、ヨガして、ランニングして、で、バーンで、息しかしてません。息しかしてません。ヤッホーみんな息してる、息しかしてない時もあるです。何度でもって歌い始めたら、もうとうとう、これ頭おかしくなっちゃったなっていうね、思われちゃうんで、うん。そこは十分に注意してください。うん。ゆっくり慎重に。まあお互いに、状況がね、それぞれ違うんで、ゆっくりやってください。あとね、まずね、男子っていうのは、結構ね、コレクター気質っていうのはね、これあると思うんですよ。まあ、そういうね、こう、ジェンダーとかあんまり言っちゃいけないような時代かもしれないけど、やっぱメンズっていうかな、その男子っていうのは、こう、あると思いますよ。うん、コレクター気質が。これはもう、間違いなく。やっぱこう、電車とかね、車とか、そういうこう、昔からそういうおもちゃとかをね、なんかそういうもので育ってるんで、やっぱこう、集めたいともの。で、服とかもそうでしょ。集めてコレクションして、で、ね、取っておいて、みたいなのありますけど、うん、だからそこをね、それでずっと育ってきた人にとってはね、なかなか難しいんですよね。うん。まあでもまあちょっと今言えるのはまあそれくらいですかね。あまりちょっと深掘りしすぎてもあれなんで、まあ冗談っていうか、まあ、実験みたいなものなんでね、物を減らすってのはね、うん。まあ人間っていうのがそもそもまあ危機から逃れるために自分の持ち物とか食料を蓄えるっていうね、性質があるので、これはもう哺乳類的な性質です。だからそれをね、ディスラプトするっていうか、こう壊していくみたいなところは、やっぱりこう現代だからこそできることでもあるし、やっぱこう学ぶっていうのかな、結構その理論的なところが結構必要だと思いますね。なんかね、その減らす技術だったりとか、あとはその禅とか、やっぱミニマリズムとか、そういうものの話だったりとか、あとはまあ仏教とかヨガとかですね。まあ僕がやってるような。で、そういうものの中にはやっぱいかにその執着とかものを手放していくことによって、真の幸福が得られるかみたいな、まあそういうところが結局、うん、哲学としてあるので、ただ減らすってだけじゃね、結構難しいとこあるんですよね。意外となんかそっちのアプローチはいいかもしれないですね。なんか本とか、哲学的なところから、その減らすことでじゃあどういうふうな効果とか、心理的な変化が現れるのかっていうのを、こう勉強してみるっていうのかな。やっぱこう本読みながらね、勉強してみるみたいな。そっちの方向の方がなんか、いいかもしれないですね。なんか感覚的にわからない人にとっては、もう理論的にこう、減らすってことがじゃあどういうことなのかっていうことを考えてみるとかね。そんな感じだと思います。役に立つかわかりませんが、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネル見てくださっているトキマリストの方で、私もそのパートナーと暮らしていて、相方、パートナーが、とは真逆の性格ですみたいな、こういう感じで苦しんでますみたいなエピソードあったら、ぜひコメントで教えてください。それでは明日ライブで会える方はお会いしましょう。チャオチャー。